まあ、何個かちょっと実際に声優さんが今考えた編成を見せてもらいつつ、まあ、リアルどういう状況で採用するかってちょっとこれ話聞いていこうかな。今こういう風に編成組んでるんですけど、ここにもう一本本当は、かぐやが欲しかったんですけど、ああ、なるほど。3本目が想定されると。ちなみにこれは何想定の編成？これが今95ヘルの想定です。じゃあちょっと実際に動き見せてもらえますか、最初に。まだダメージは足りてないのはあるんだけど、うん。まあ、じゃあ実際にガリオンどういう動きなのか。これで決めるよ。両断する。すべてが糧に。テンペストブレード。無理なのキットで、ガレオンのソロに関しては95ヘル討伐想定と 33% ぐらい。33% 超えないんで、さあどうなるか。モロチル、モロ何パーセントですか35%です。35% か。35%。ああ。なので、ってなると、ここはもう本当になんか敵の特殊次第ですね。今のところは。あれだよね。水着ベリアの反撃が発動すれば多分 1% は多分削れそうだから。いや、シャルケン多分2のかぐやさんになる。本当にもう多分、ここが今もうギリギリなんですよ。あともう、1% 伸ばす方法を求む。そうだね。そうなんですね。ここについては本当に。まあ、この辺見てるとマジで考えたんけど3本目ちょっと試してみたくなってくるね。そうなんですよ。ちょっとここについては申し訳ないが。95ヘア編成に関しては確か、スパルタでやる場合が5ポチ1召喚で、レスラーでやる場合が、4ポチ1召喚だったかな。で、その1ポチの中に2プラが含まれて、で、5ポチと4ポチで勝負をした場合、若干確か、あれだよね、若干レスラーの方が早かったんだよね、フレーム数的に。まあだから実際、なんかフレーム数的に若干レスラーが優位ではあったけど、まあそのレスラーの4ポチ1召喚とスパルタの5ポチ1召喚がほぼほぼ同意、同じぐらいみたいな感じだったけど、あれだね、かぐや探検の登場でスパルタ軸が4ポチ1召喚に短縮できる可能性が今できてき始めてるから、今なんか編成を詰めてる段階みたいな。こんな感じだね。まあでも現実問題、さっき質問があった現実的に多くの人はレスラーでいいってことでしょうかっていうところに回答すると、多分2プラ殴りっていう風なところを実際に何時間もやるっていう風なところを考えると、多分その2プラのリロード返ってくるそのラグとかがパソコンとか環境によるんで、多分そういうところを考えたら、その2プラを毎回シビアにできるかできないかみたいなところを考えると、まあ多分スパルタでやった方が安定はするでしょうね。まあそうだね。まあ実際にこれが現実的に可能なムーブかどうかちょっとまだわかんないけど、まあ、4ポチ1召喚が見え始めてるってところから、まあそのワンランク下ぐらいのところが5ポチ1召喚とか、まあ4ポチ1召喚のレスラーで、まあその下が6ポチ1召喚ムーブみたいな、そういう段階になってくるってことだよね、要するに。150とかもなんか候補の編成あったりするんだっけか。150もまあで、そうだね、150の編成になってくると、まあ基本は多分こんな感じで。召喚石はどんな感じ？召喚石がまあ俺はちょっとこれ声優さんとすり合わせを事前にしてるの知ってるんですが、まあ1個抜けたんだよね、あれが。ね。あれが抜けましたね。なんかちょっと青いのがいなくなった気がする。ヤチマが消えましたね。そしてイービアが入るという。これイービアマジでもうとつらなくてもいいかな。イービアなんかヤチマ入れるから枠ないかなと思ったけど、もうこれダメだね。イービアとつらなきゃいけなくなっちゃったね。これもう完全に。ちなみにさ、これ今予測ダメージが片面ゼピロスで HP 設定が HP 設定が今もう30%か 40% ですね。40% です。30%にしてもらってもいい？イービアをさ、例えばなんかハデスとかに変えるとどのぐらい変わる？今156万じゃん。あ、でも5万なんだ。俺が思ってたより、あれだな、落ち着いてるな。まあ、5万で落ち着いてるってのもどうかと思う。落ち着いてる？じゃあ、これで、じゃあちょっとムーブいってもらいますか。じゃあ一旦、分かってません。はい。で、確かなんですけど、お薬
確かにバンピーの99%。でも99%。両断する。味方全体 HP を1個振っていきましょう。あ、いや、ほら。もろうもろうほら力技で草。いや、97% だったらこ、れで決めるよ。あれなんですよ、これで。行くんか。そうそうそうなの。これは、すべてそうだと糧に。小技だね。うん巨差なのに。テンペスはい。で、ここで何万出てるからね。そうそう、ト刻みなんか、もろうこのあたりの、赤ダメージ。 LP とかの調整で結構変わるんですよ。あー、なるほどね。すごい。2ターン目 1.8 出るんだ。膝響く。知るもろう。はい。ということで。やばー。やばー。まやばー。あ、7ポチあと2召喚。まあ、なんかこの編成でいろいろなんかガチャガチャしてたところで、はいなんかポイントみたいなところを言うと、あれだよね、その一番最初に、1ターン目はバンピーで封印すると思うんだけど、2ターン目にバブ召喚で扇オフで多新人をして行動させるっていう風なことをすると、さっきのカカシ配置だと1ターン目に5000万ぐらいですね、2ターン目に1800、1億8000万ぐらいですから、2億3000万ぐらい出てるのかな。 3000万だから、18% までいったかな。やばすぎ。うん。まあ実際の敵相手だともうちょい多分もちろんダメージ下がると思うんだけど、まあ何を狙ってるかっていうと、あれですね。1ターン目に、普通に殴って、2ターン目に 50% 手前から、25% 以降まで飛ばすんですよ。そうすると、2ターン目に召喚したバブ召喚のデバフリセットがされない状態で 25% 以降に突っ込んでいけるんで、まあ、なので、ニオの一浴びとか、主人公のミゼラとか、っていう今まで押してたポチを削減した状態で、その150ヘルを討伐するっていう風な動きのために、25% 以降まで一気に削るっていう風なムーブをしたいから2ターン目バブっていう風な、そういう動きになってるってことですね、これは。あ、で、そう、これね、ニオっていうかそのバンピーの位置もさっき押してなかったんだけど、ここの TA 問題でどのポチを増やすかとかっていうのも今ちょっと検証段階で、はいなんかこれあれなんだよね、今、声優さんの編成ってさ、片面で TA 何%なんだっけ、これ。イーリスが 14% ですね。あー、だからこれ多分、あれよね。ニオのニアビを押すと多分確定するんだよね、そうそう TA が。そうだから、そう、安定させる場合だったら、さらになんかニオ、ニオうんのニオ。ニアビをまあ、気づかなか追ったわ。加したり、で、初手のまあ、火力が足りないとかっていう風になってくると、なんかニオの奥さん全アビをそしてあなたのまあ、散るっていうのそうやね。私がお静かまあ、要するに2ターン目に 25% 以降まで届かせないといけないから、まあ、そのために、まあ、バンピーの位置を押すのかとか、はい。 1ターン目ニオのデバフちょっとだけ入れて殴るのかとか、まあ、そういうところがちょっと視野に入ってくるみたいな、まあ、そういうのもあって、話だね。あとはもう、このあたりは、そうですね、ここの問題が、その150の敵の特殊がどういった流れでから飛んでくるかっていうのも重要だったりするんで、そのあたり、いやー、マジでそれだよね。やっぱり、エチマを入れて、最初になんか、ラファエルを召喚するって言ったムーブそうもだね。うんうん出てくるんで、そうだよね。そうなのよ。これもね、ちょっとかなり150ヘル相手の小技になるから、ちょっとポイント解説なんだけど、まあ、1ターン目にバンピーの3を打ってたんだけど、それがなぜかというと、あれよね、バンピーのアサシンを付与しないといけないから、その CT を残しておかないといけないんだよね。うん、そうですね。その問題が発生するから、まず、まあ、古戦場の 150Hz の CT が多分2だと思うんだけど、まあ、一番最初に、まあ、バンピーとかで固めますと。で、バンピーの2を押すと CT が2になりますと。でもバンピーの1押す、押さないかとかちょっとあれなんだけど、バンピーの3とかで固めないと 85% トリガー踏んで CT なくなっちゃうんだよね。であれや、その状態で、実際にやると、2ターン目進行時に
CT が0になった状態のターン終了時にバンピーの吸収が発動して、CT が吸収できずにアサシン付与されずに、次のターンオーバードライブで CT マックスでなるっていう、なんかちょっと噛み合わせが悪い状態になるから、このムーブをするときは1ターン目にバンピーの3を打って敵の CT を固めるか、もしくはラファエル召喚して敵の特殊技を発動しないようにするかっていうことが必要になるという。あ、やばいですよ。そしてあれでしょ、ラファエル召喚のパターンは、ラファエル召喚したときに、酔い闇効果が1ターンか2ターンか視力検査した後に、2ターンだったら上振れムーブが狙えるっていう。そうで、なんかあれなんだよね、その実際今、声優さんが削ったのが何%、18% までぐらいまで削れたっていう。そうです。2億3000万だったら 18% まで、やれてたりしますね。そう。まあ、それで、まあ、もう一個ポイントがあって、もうポイントしかないんだけど、この編成。もう、モローンラベのね、隠されし効果があるんだよね。ガッツ効果。そう、ガッツ付与。そう。25% 以降まで飛ばしてれば、デバフリセットは回避できるから、20% 以降まで飛ばして 20% トリガーを踏むのか、20% 手前に着地して 35% トリガーを踏むのかで、好きなトリガーを選べるっていう。何言ってんだろうね、俺ら。これ何言ってんだろうね、マジで。これね、配信でやることなんかな。いや、そう、でもなんかこういうレベルの話を考えてんだよね、マジで。そうまあ、だから全体攻撃が35なのか20なのか、どっちかに潜んでるとしたら、都合のいい方のトリガーまでに、ダメージ量を合わせるみたいな感じとして、3ターン目耐えるみたいな。だからなんか実際テルモピュライが発動する排水の兼ね合いとか、そのトリガーどこ踏むかとか、そういうところをね、まあ、実際の敵に合わせて調整が必要みたいな段階だよね、今。じゃあ、まあ、多分最初の方に結構質問あったと思うんだけど、はい、かぐや探検何本必要ですかみたいなところちょっと話聞いていきますか。まあ、実際今声優さんが持ってるのが2本だから2本だから正確な話はエアプだよ正確な話は。まあこの画面を見ながらでちょっと話をすると、欲しいのが3本です。3本ね。なんですけど3本いるっていう方は、古戦場で、本当になんか、立ち走りをなんかするっていう場合は、3本かなって感じです。まあ、そのなんか理由が、まあ、編成的になんか、最終的に多分、古戦場だけだったらこういった編成になってきて、このなんか宿命鉄拳だったりするところが、最初まあ、95ヘルを見せた編成でいうとこういった形になるんですけど、てかまあこれもなんかこれで正解なんかが難しいんですけど、ここの3本目のところに、今、シャルケン3本目のスキル量の特殊上限が 20% で、ここにかぐや探検を入れた場合は、まあ、通常口のゆだめが、まあ、9% 増えるんで、有利が、まあ、取れるっていう関係で、3本目は欲しいんだけど、でもまあ、基本的な話を言うと、2本でいいかな。いやー、でもなんか特殊ダメージ上限と、ブリティーダメージアップのパーセントがなんか単純比較っていうのはちょっと難しそうな気がするから、まあ、通常軸っていう想定に限まあそうやね。定しちゃうとね、なってくるから、まあ、そのあたりは、まあ、本当に、編成と、もう、なんか敵で入れてから全然変わるっていう。要するにあれだよね、まあ、声優さんとかみたいに、本気で詰め始めると、3本めっちゃ欲しかったら、3本目あったらこのポチが削れるのにみたいな状況は結構発生するけど、まあ別にそのポチ増やしたところで、あれだよね、その英雄どころか3桁ぐらいは多分余裕でできるムーブは組めるよってことだよね、2本あれば。まあ、シャルケンを1本にして、鉄拳2本のままで基礎火力維持して、通常ダメに寄せるか、
鉄拳を減らして、まあちょっとテルモプライのその HP の兼ね合いとかあるけど、うん敵のトリガーとかに関してお祈りして、ちょっとテルモプライをちょっと HP 検討するか、このまま2本2本でいくか、みたいな。まあ、なので、まあ、とりあえずの、まあ、結論的には、2本あると安心です。2本あると安心。ガチるなら3本いっちゃえ。うん。でもね、なるほどね何気な、こんななんか話すると、やっぱりさ、これだよね。これだよねっていうと、第一スキルもやっぱでかいよね。3本あってからのカゴ。そうだね。で、その3本のカゴ部分が、鉄拳とかにも乗ってくるから、そういった関係でもね、3本乗ってないから何とも言えないんだけど、欲しいっていうのは。あれだよね、ほんと3本目あったらこれ届くんじゃねみたいな状況が今までありすぎたから、3本目が必要になる可能性がすごく高そうっていう風なところなのかな、現状は。実際に試してないところの人たちの話で言わせてもらうと。ただ、2本とかでも、まあ全然多分速いムーブは組めるから、まあどこまで詰めるのかっていう風なところに関して、まあ相談って感じかな。じゃあまあそんなところで、まあかぐや探検については、はいまあ今見てもらった95ヘル、150ヘルムーブみたいなところ、まあかなりなんか今までより、ポチを減らしてできるようになったっていうところと、やっぱあれだね、2本以上3本できれば欲しいかもしれないっていう風なところが、まあかぐや探検についての結論ってところですかね。じゃあちょっと今、聖一さんには結構手動編成メインとかで、試してきてもらったんで、ちょっと自分から最後に、フルオート編成の話ちょっとしますかね。はい、じゃあ、あれですね。ちょっとフルオート編成の話しますか。なんか今日実際に自分が動画を上げて、かぐや探検とか、イーウェア探検とか、そういった風属性のリミ武器、周辺リミ武器の突優先度とか、あとは、どういった感じで編成を組んだらいいのかっていう風なところに関しては、ちょっと動画を出したんで、まあ、なんか詳しくじっくり見たい人は、ぜひその動画を自分のチャンネルにあるんで、見てほしいと思うんですが、フロート編成に関しては、なんかアビリティダメージ軸と通常軸で、なんか結構二分化されそうな気がしてて、アビ軸に関しては、まあ、なんか、メンツこんな感じちょっとバレグリムのところだとちょっとあれなんですけど、ってなった時の、この編成でのダメージが、ですね、トライアルでやってみたのが、これも一応動画にしてるんだけど、これかなこれですね。10ターンぐらい軽くささっと殴った状態で、まあ、大体5億8600万。まあこれ、かかし相手なんでもちろんダメージ下がると思うんですけど、まあ多分12、3ターンで 200L 討伐できるぐらいの火力は出そうな感じなんで、まあ、アビ軸でやるとしたら大体こんな感じかなっていう風な感じですね。はい。で、逆に、もう一パターン編成に可能性があると思ってて、それが、これですね。これ、ちょっとキャラのチョイスはもうちょい要検討なんだけど、なんかね、ちょっと、やっぱ通常軸いけそうな気がする。フルオート編成。そう。で、これで、フルオート編成してきたんですよ、さっき。で、その時のダメージが、同じ10ターンでこのぐらい出てたんですよね。だからなんかこういう可能性もなんかありそうなのかなっていう。だからなんかさ、今までさ、あれじゃん、カゴが乗らないイーウェアビーグ気持ち悪かったじゃん、あれ。店に入れてて。なんだかなみたいな感じだったんだけど、なんかいっそのことイーウェアビーグ抜いて、通常軸に寄せたこういう編成でやると、なんかいいダメージが出るかもしれないみたいな。で、こうなるとあれなんだよね。もうなんかオメガ探検の方が良くねみたいな感じになっちゃったんだよね。これオメガ勢に変えると、3万 ?4 万ぐらいかな。ワンチャン4万ぐらい。だからなんかオメガ探検最適の現場ありそうとかって思いながらちょっとやってたんだけど、そう。なのでなんかイーウェアビークをもう捨て去った通常軸フロート編成が、まあワンチャンあるかも。ワンチャンあるかもみたいな感じです、今。ちょっとキャラの選定でどうなるかわかんないんだけど。まあということで、このかぐや探検、あれですね。フルオートとかでも全然可能性あるっていうかもうなんかめっちゃ強くねみたいな感じになってるんで、もうなんか風属性の編成はこの武器結構なんか日本はやっぱ欲しいのかなって感じがしてますね、現状。ロムフェのなんか、編成も少しだけ話した方がいいかな。そうだね。ちょっとロムフェの話はぜひ声優さんにしてほしいですね。すごい、編成はすごい難しいです。
テイク1で。テイクワンね。あ、はい。要するに、私の邪魔しないでよね。要するに、まあ、編成の気をつけるポイントっていうか、その基本的なベースとしては、おそらくさっきの110とあんまり変わらない。けど、あれだね、その、ロムフェの音位効果が、不利確定とはい。追撃っていうだから、週末武器とはまた違った良さがあるみたいな感じだよね、要するに。ここは私に全て糧に私の邪魔あーこれ強そうだねしないでよね。これ強そうだね、ここ。モロモロモロあけー何個出たこれ。ハッピーエンドに導くわ。はい。強く、4000万。モロここは私に任せて。まあ大体これで、で、過去3億ちょっとです。嘘ついた。2億9200万。はいはいはい。2ターン目に 25% 超える云々みたいなところを考えると、まあ実際は多分吸収してアサシンつくとかバンピーもあるだろうから、まあそういうところをちょっと考え始めると、まあ、もうちょいダメージ出そうだね、実際は。最初で9000万、次に1400万だから、じゃあ、1400万下がってる。1億4000だから、最初でもうなんか2億3000で、20% 超えてるのか、確か 18% までいってるんですよ、これで。まあ、あとは、85の特殊がめんどくさいか20のあれでまた、バンピーの差を落ちるか、問題なかったらそのままいくか。っていう風な感じですよ。ああ。はいはい。なるほどね。より通常攻撃のダメージ重要になってるね、これ。間違いなく。で、ちなみになんかさっきのって、実は、LB の調整はミスってます。ミスってます。まあそうやろね。ミスってて、テルゴピライがもうちょっなくて、あれです。と、じゃあ1000万ぐらい増えるね、じゃあ。うんこれ本当に LB めんどくさそうだね。 LB これめんどくさいよ敵の攻撃食らってさ、いや、どうなるかとかもあるし、いやだって難易度によっても変わるし。ロムフェイヤーっていう武器、何が面倒ってほら、これがあるからね、1ポイント増えるからね。えあ、しかも大じゃん。大だよめんどくさ。めんどくさいんだよ、この武器。本当に。あ、そうだったんや。はい知らんかった。まあ、っていうのもえあります。